朝の光が畳の上に細長く伸びています。75歳のよしこさんはいつものようにお茶を入れます。湯気の向こう側、庭のアジサイが静かに揺れている。そんなありふれた朝でした。でも何かが少し昨日とは違う、そんな気がしました。庭の片隅に見慣れない足跡、門の前に止まったままの車。気のせいだと自分に言い聞かせ、お茶を一口飲み込みました。その時インターホンが鋭く鳴り響いたのです。はい、どちら様ですか？よしこさんの声は少し震えていました。モニター越しには見知らぬ若い男、近所で工事をしていて、屋根の点検を無料で、丁寧な言葉遣い、でもその目は笑っていませんでした。結構ですと短く答えて受話器を置く、それからというもの、無言電話が1日に数回鳴るようになりました。夜、外を歩く靴音までもが自分を追いかけてくる、そんな気がして家の明かりを早めに消すようになったのです。大好きな庭の手入れもどこか上の空でした。週末、娘のエミが遊びに来ました。お母さん少し痩せた？エミの言葉によしこさんは無理に笑いました。夕食の準備中、電話が鳴ります。よしこさんは出ようとしません。じっと受話器を見つめる。その背中があまりに小さくて、エミは胸が締め付けられました。最近怖いのよ。ぽつりと漏らした言葉。夜中に何度も鍵を確かめ、暗闇の中で息を潜めている。ごめんね、エミ。年を取るってこんなに心細いのね。母の震える肩をエミは静かに抱きしめました。お母さん、一人で頑張らなくていいの。エミは優しく語りかけました。この家はお父さんと守ってきた大切な場所でしょう？だから今度は私が一緒に守るから。よしこさんはその言葉に深くうなずきました。ただ怖がるのはもうおしまい。今日から新しい一歩を踏み出すことに決めたのです。家を守ることは自分自身を大切にすることだと気づいた瞬間でした。翌朝、2人はホームセンターへ向かいました。まず手にしたのは防犯砂利です。庭に敷き詰めると歩くたびにジャリジャリと大きな音が鳴ります。これなら誰か来てもすぐにわかるわね。よしこさんの顔に少し明るさが戻りました。次に玄関のチャイムをカメラ付きのものに新しくしました。あ、外がよく見える録画機能があればもしもの時も安心です。さらに窓の隅に小さな補助錠を一つずつつけていきました。二重に鍵をかける、そのひと手間が大きな安心に変わっていきます。電話機には録音しますというメッセージ機能を設定しました。怪しい電話はこれで防げるわ。そしてセンサーライトを玄関と裏庭に設置しました。夜、人が通るとパッと明るくなる。その光はまるでお守りのように家をくるみ込んでくれました。最後にしたのは
近所の方への挨拶でした。いつも見ていますから、その言葉が何よりの防犯になりました。1ヶ月が過ぎ、よしこさんの生活に笑顔が戻りました。夜もぐっすり眠れるようになり、朝の庭仕事も再開しました。砂利を踏む音は今では心地よいリズム。エミからの毎晩の電話ももしもしと明るい声で出られるようになりました。ある晩、エミが言いました。お母さん、声が元気になったね。よしこさんは窓の外を眺めました。センサーライトが優しく庭を照らしています。それは離れて暮らす娘の愛情そのものでした。ありがとう、エミ。私、もう大丈夫よ。今日もお茶を入れます。湯気の向こうには穏やかな日常。完璧な安全なんてないかもしれない。でも、備えるという自分の行動が心を強くしてくれる。よしこさんはそっと庭を見つめました。風に揺れる花も夜の暗闇ももう怖くありません。あなたの家にも小さなお守りを一つ置いてみませんか？大切な人を守るために。今日ご用意したお話はここまでとなります。皆様の身近な大切な方々を改めて振り返るきっかけとなりましたら幸いです。